皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は対中包囲網、その軍事面の最近の動きを追っていこうと思います。今回ニュースとして引用するのはフランス軍とイギリス軍の動きです。中国からは物理的に非常に遠いヨーロッパの国々、これらの国々の動きというものが今非常に注目に値するニュースを発信してきています。なお、包囲網といった時に5つの側面があります。それは政治、経済、軍事、文明、宗教、この5つです。なお、中国に対して5つ目に挙げた文明や宗教の力というものは機能しませんから、包囲網といった時に使えるのは政治、経済、軍事、この3つと話となります。しかし、現代においてはこの経済的な包囲網を敷くというのが非常に困難な時代になっています。現代ではこの経済的な包囲網を敷かれている国としては北朝鮮などがあります。しかし、世界中から問題視されている北朝鮮ですら、実際には世界から完全な孤立はしておらず、中国やロシアからの支援というものを得て未だに生きながらえています。ましてや中国の場合、経済的な結びつきは北朝鮮とは比べるほどもなく、世界中にその手を伸ばしており、経済的な孤立を招くというのは非常に困難な状況です。ましてや米中冷戦下のこの状況下においても、アメリカと中国との間における貿易額というものは非常に巨大なものであり、また軍事的な圧力を受けている日本にしても中国との貿易関係というものは非常に密接なものとなっています。だからこそ最初に挙げた5つの要件のうちの政治、そして軍事、この2つの包囲網だけでもきっちりと築いていかなければ中国と渡り合っていくことは非常に困難な状況です。そして軍事的な包囲網を築くのであれば日本の場合はもちろん単独でやるよりも多くの国々と手を取り合うような形で中国と渡り合っていく道こそが最善の道だと私は考えています。それでは対中包囲網を築くにあたって非常に興味深いイギリス・フランスの動きをニュースを見てみましょう。日米仏で初の離島上陸訓練。来年5月、対中包囲網強化拡大。自衛隊と米軍フランス軍が来年5月、尖閣諸島など離島の防衛奪回作戦に通じる水陸両用の共同訓練を日本の離島で初めて実施することが5日分かった。日米仏の艦艇と陸上部隊が結集し、南西方面の無人島で着上陸訓練を行う。東シナ海と南シナ海で高圧的な海洋進出を強める中国の面前で牽制のメッセージを発信する訓練にヨーロッパのフランス軍も加わり、対中包囲網の強化と拡大を示す狙いがある。フランス海軍は士官候補生を乗せたヘリコプター搭載型水陸両用艦とフリゲート艦を派遣する。練習艦隊ジャンヌ・ダルクで来年5月に3度目の日本寄港を計画。平成27、29両年は佐世保港に寄港している。27年の寄港時は5月に日米仏の枠組みで初めて日本で共同訓練を行い、九州西方海域で海事と米仏両海軍の艦艇が航空機の相互発着艦の訓練をしている。29年5月は陸自とイギリス軍も参加し、日本周辺海空域で偵察用ボートの発進、収容訓練などを実施した。来年5月の共同訓練は、名目として人道支援、災害救援を掲げつつ、無人島に航空機での着上陸や水陸両用車とボートによる上陸を行い、内容は離島防衛、奪回作戦と共通する項目が多い。東シナ海の無人島で着上陸訓練を実施すれば、ヨーロッパのフランス軍も加わる形で、尖閣諸島奪取を狙う中国を牽制する強いメッセージを発信できる効果がある。海自の輸送艦と陸自の離島奪還部隊の水陸機動団、アメリカ海軍艦艇と海兵隊、フランス海軍艦艇とフランス領ポリネシア駐留の陸軍部隊が参加する見通しだ。日本政府はフランス軍との安全保障協力強化を重視する。米英豪とカナダ、ニュージーランドの英語圏5カ国で作る機密情報共有の枠組み、ファイブアイズに日仏を加えたプラス2の枠組みと位置づける。フランス軍は北朝鮮が海上で積み荷を移し替える瀬取りで密入入を行うことを監視する活動に参加。監視活動には日本の他にファイブアイズも参加し、プラス2が実現しており、日本政府はこのプラス2の枠組みを対中牽制にも拡大する構えだ。イギリス海軍空母日本近海へ派遣へ。イギリス海軍が最新
親衛空母クイーンエリザベスを中核とする空母打撃群を沖縄県などの南西諸島周辺を含む西太平洋に向けて来年初めにも派遣し、長期滞在させることがいつか分かった。在日米軍の支援を受けるとみられる。三菱重工業の小牧南工場で関西の F35B ステルス戦闘機を整備する構想も浮上している。西太平洋で日本と同盟関係にある米軍や周辺国以外の空母が継続的に活動するのは極めて異例。中国の南シナ海での領有権主張に加え、香港の民主派弾圧に対するイギリス政府の強い懸念が背景にある。露骨な圧力強化だとして中国の反発は必至だ。まず第一に、なぜヨーロッパの国であるイギリスやフランスがこのアジア地域に軍事力を派遣するのでしょうか。その背景としてあるのが、彼らにとってはこのアジア地域というのは決して全く無縁の土地ではないからです。それこそ以前であれば、欧米の国々というのは世界中に植民地を持っていました。そしてこのアジア地域においても独立している国というのは非常に少数派で、多くの国々が植民地かもしくは大英帝国のような圧倒的な強さを持つ国の旗の下に統治が行われていました。現在でもなおその名残はあって、フランスの場合であればニューカレドニアやフランス領ポリネシアなどはまだフランスに属している地域となります。そして現代においては中国の進出によってこの地域の安定は崩れようとしています。中国は南シナ海に進出していることもあるのですが、それ以外にも南太平洋の島々についてもその進出というものを進めています。その手法というものは直接的に領海や領土を取るといった形ではなく、現代の植民地化の手法、債務の罠を張っていることにあります。2019年、この南太平洋の島々のうち、キリバスとソロモン諸島が中国との国交を樹立し、それまで関係を築いてきた台湾との国交を断絶するといった出来事がありました。台湾の報道などでは、これらの出来事が招いたのはチャイナマネーが大量に投じられ、その国の政治家が買収されたからではないかといった話などが流れています。実際このキリバスやソロモン諸島などにおいては、地元住民などはなぜ中国との関係を深めるのかと反発を強めている地域もあります。そして債務の罠というのは、インフラ投資などに多額の資金を貸し付けるといった手法を用いて、その国の財政などに大きな危機をもたらすことです。そして返済に苦しむようなことがあれば、それこそその地域に中国にとって都合の良い形で港の管理であったり、軍港の設置だったり、基地の設置などを条件として飲ませるといったことがあります。それこそキリバスやソロモン諸島などで多額の貸し付けをされても、それらの国々の経済力というのは決して豊かではありませんから、少しでも停滞すればあっという間に中国の罠にかかってしまうものなのです。ですからそれらの地域に中国軍の軍港などが実現するかもしれないという危険性が非常に高いのです。そして、例えばソロモン諸島において中国が軍港を設置すれば一体どのようなことが起こるかわかるでしょうか。これは第二次世界大戦の時の話なのですが、日本はソロモン諸島にまさに進出してアメリカとの間で激戦が繰り広げられました。これはまさにオーストラリアとアメリカをいかにして分断するかという意味においても非常に戦略上重要な地域なのです。現在ではまだ政治・外交上の戦いというものが行われ、決して血の流れるような戦いが起こっているわけではありません。しかし中国が進出することによってそのような危険な状況が生まれかねないというのがまさに現代の米中冷戦構造下における見逃せない動きなのです。そしてイギリスが派遣するこの空母艦隊については中国への牽制として非常に有効だと考えられています。何しろ空母というものはそれ単体で動くわけではありません。必ずそれを守るための船というものも一緒にくっついてきますから、必ず空母というものは艦隊という形でやってくることとなります。そしてこの空母をどこを本拠地とするかということについても非常に重要なポイントです。例えばかつての大英帝国の名残でシンガポールやオーストラリアにその拠点を築くという手もありますが、それ以外の選択肢としては日本にその拠点を構えるという可能性もないわけではありません。なぜならば現在においては
兵器の運用というものをある程度一括することが非常に重要です。アメリカ、日本、イギリス、この3つの国々で共通していることは一体何かといえば、それは F-35B の運用です。これらは全くそれぞれ国は違うのですが、空母の使う戦闘機というのが同一機種であるというのは、メンテナンスを含めてその運用方法なども共同歩調を取ることによってより力が増すことは疑いようのないことです。また、日本というのは米軍の艦隊もありますが、その米軍の艦隊には空母も含まれています。空母が拠点とする地域においては必ずそれをメンテナンスするノウハウやその施設なども整っているものです。ですから日本というのは空母が寄港しているだけではなく、そこを拠点として活動するのにふさわしいだけの施設と人員があるものなのです。しかもその空母に乗せている戦闘機のメンテナンスなども日本で行うことができ、非常に効率的な場所ではあるのです。そうした意味で対中包囲網だよということを表上言う必要はなくて、例えば北朝鮮の背取りを監視するため、その強化としてイギリスが空母艦隊をこの地域に派遣したんだよといったような、全くそんな必要はないわけですが、そのような表向きの名目を使うことによって日本に駐留を願い出るような形や、もしくは日本に頻繁に寄港してもらうというのも対中包囲網を強化する上で非常に重要なのではないでしょうか。現在、日本とアメリカのような軍事同盟のようなものはイギリスと結ばれているわけではありません。あくまでも協力関係といった形ではあるものの、それを発展させる良い機会になると思います。特に現在のイギリスというのは EU から離脱したばかりで、国際的にも今非常に不安定な時期です。そして不安定な時期だからこそ、友好関係を深めるのにも良いきっかけであると思います。そしてこのようにヨーロッパのフランスやイギリスがこの地域に軍事力を派遣しているこの状況というものを日本としてはもっと積極的に生かすべきでしょう。軍事力というのはそもそも使わないで済むのならそれで良いのですが、それでなくても使わない前提であるならば、抑止力としてはより大きな方が中国との関係上好ましいものです。イギリスやフランスの軍事力というものは決して当てにできるものではありませんが、少なくともこれらの国々との関係を深めることによって対中包囲網のその抑止力を強化することは必ずできます。そしてそれこそ日本にはクアッド構想でアメリカ、オーストラリア、インド、そして日本のこの4カ国を中核とする太平洋地域の防衛の要がありますし、それ以外にもファイブアイズのような諜報同盟に加わるという選択肢もあります。そしてイギリスとの関係強化に行っても日英同盟の復活なども一つの選択肢として十分考えられるでしょう。そのようにして多国籍の軍事的な包囲網というものを徐々に築いていくことによって中国との1対1の対決を避けるということが非常に重要でしょう。日本政府には私の話したようなそうした戦略的外交、戦略的な包囲網の構築といったものにもぜひとも取り組んでほしいものです。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えられたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。少しマニアックな話だったかもしれませんが、こういった話なども今後のことを考えると非常に重要なニュースだと私は思っています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。